皆さんこんにちは。これからメイクしていきます。まずはスキンケアなんですけど、最近使ってるマスクはザ・ステムセルっていうマスクで、ドンキで買ったものなんですが、有効成分がたくさん入ってるようで、ヒト幹細胞培養液、エクソソーム、ビタミン C 誘導体、レチノール、ビタミン C、ヒアルロン酸。値段も割と安かったので、買ってみました。実際使ってみて、美容液の量はそんなにたっぷりではなかったけど、支障なく使えるし、使い勝手も悪くない。はい、スキンケア終了なので、メイクしていきたいと思います。まずは、おなじみのラロシュポゼです。今日はもう一つの下地使います。サナエクセルのエッセンスモイスト。これも化粧下地ですね。ラロシュポゼの色はこんな感じで、エクセルの方はこんな感じ。今回は混ぜて使ってみたいと思います。最近ニキビ結構出ましたよ。こことここ。すっごいショック。ショックっていうか、最近ね、夏休み気分で、仕事もそんなに忙しくなくて、結構いろんなところに遊びに行きました。2週間前に箱根に行って、1週間前に鎌倉に行きました。日差しは強かったんですね。なので今結構日焼けしてる状態だと思いますので、肌も荒れてますね。スキンケアも真面目にやってないんで、自分の肌に申し訳ないと申し上げたいんですね。下地はたっぷり塗っていいので、漏れなく塗っていた方がいいと思います。ランロシュポゼだけ塗るときはかなり白くて、エクセルだけだったら結構ピンク色になっちゃうんですよね。今回はね、2つの下地を混ぜて使ってみました。色悪くないんですよね。下地完了です。ちょっとね、今日たっぷり塗ったので、フィックスミストは今の時点で追加導入したいと思います。結局ね、他の YouTuber とかも言ってるんですけど、フィックスミストは結構頻繁に使った方がいいって結構何人か言ってるので、実際使ってみて一つ一つのステップがより完成度高くで仕上げられるっていう期待もあるので、今ね、頻繁に使うことを試している最中です。フィックスミストが乾いてる間にカラコン入れます。はい、入れました。これ青色って書いてたカラコン。こっちは入れてない。瞳がちょっと大きく見えるぐらい全然青くない。次はファンデーションですね。これもね、中国の通販サイトで買ったものなので、本当は遊び用安ければいいっていう意味合いで結構いろんな色のファンデーション買ってます。例えばなんですけど、今手元にあるファンデーションの色7種類でよく使うのがこちらのタイプなんですけど、今回はもうちょっと白い方を使ってみたいと思います。ファンデーションを塗るときにやっぱり一番の問題は伸びないことで、1箇所高濃度のファンデーションを塗ったら後ほどの結晶崩れにつながるので、そこだけ注意してほしい。スポンジで軽くタップする方がいいと思います。あまりこすらなくて、スポンジはどんな形でもいいんですけど、ハンガー機の状態のスポンジが良くて、ファンデーションを肌にくっつかせるためにフィックスミストもスポンジの方に入れます。ファンデーションをつけて軽くタップします。こんな感じです。すごいよ。今半分明るいファンデーション塗ったんですけど、これビフォー、これアフター。結構違いますね。ファンデーション終了です。めちゃくちゃ安いファンデーションとはいえ、1ボトルね、400円、500円ぐらいなのよ。で、今のところ普通にいい感じ。そしてコンシーラーですね。コンシーラーを使うときに隠したい色の反対色使った方がいいっていうことで、ニキビはだいたい赤いんですよね。そういう時は青っぽいコンシーラーを使った方がいいんじゃないかなと思います。今回はコスメデコルテのこちらのコンシーラーを使ってみたいと思います。ふうちくんの YouTube を見て、この色めちゃくちゃ青ひげ隠せるよっておすすめしてくれたので、ちょっとやってみたんですけど、オレンジ色ですね。オレンジ色をこのヒゲのあるところに少し入れてタップしてまぶしていくっていう感じで、もう一つのコンシーラーは本当に愛用のクレデポボでですね、マジでこれ初めての化粧品なんだけど、買ってめちゃくちゃ正解だった。コンシーラーもね、結構崩れますね。痛い。今ニキビに塗ってみたら痛い。生まれたてほやほやのニキビじゃん。あとね、私個人的な悩みはシミですね。シミはね、本当にどうしようもないっていうか、めちゃくちゃ厚いメイクしないと隠しきれないなぁと思ったりするんですね。だから最近はね、あえてシミの方にそんなに処置してない。正直ね、そのめちゃくちゃ濃いメイクあんまり私には似合ってないかなと思ってたりするんですね。なんかすごく腕のいい人だったらギュテ君とかデキなメイク見たらさ、すごいなってみんな思うじゃん。でも自分はさ、そのレベルまでは一生到達できないかもしれないんですよね。そこを目指すべきじゃないかなと思って、自分に合うメイクを見つけたらいいなって。あとは肌の健康が本当に大事だなと最近すごく思っていますね。
とはいえ、お前昨日11時ぐらいまだマック食ってたんだろ。コンシーラー完了。俺はさ、最近メイクアップの動画見て勉強しようと思ってるんですけど、なんか14年前のスモーキーアイのメイク動画とか見たりするんですよね。なんか見ながら、なんで俺が14年前のメイク動画も見てるんだとか、なんか面白いですね。メイクし始めてから分かった一つとしては、男性の方、顔の毛剃らない人が多いんですね。メイクしない人は分かんないかもしれないですけど、メイクする人だったら、化粧品を塗るときはさ、ここ毛あるすぐ分かるんだけど、我々アジア人で毛の色が濃いじゃないですか。髪、眉毛、髭、鼻毛。それはそれでいいんですけどね。コントラストがあって整えた濃い髭の男性とか素敵だなと顔見て思ったりするんですけど、そのいらないノイズの産毛とかはやっぱ男性でも剃った方がいいですね。パウダー入れていきます。パウダーもね、つけすぎると顔真っ白になるので適量。パウダーはやっぱりすごいね、一瞬で顔をマットにする。作り OK。はい、終わりました。お待ちかねの眉毛ですね。私の自眉を最近また伸ばしてるんですよね。地毛の眉頭はね、全部剃ってこういう風に眉毛作ってます。ってなると、眉頭を後ろにずらすことによって柔らかい印象になるんですけど、そろそろ仕事忙しくなるし、出社用の眉毛を作ろうと思って自眉今伸ばしてるんですけど、ご覧通りですね、私の自眉は結構ね、ボーボーですよ。眉頭もね、割とはっきり出ていて、で、後ろはね、ちょっと雑な感じになるんですけど、今回は自眉の形に沿って眉毛作りたいと思います。いつもね、セザンヌのブラウン色のアイブロウを使ってるんですけど、やっぱ色はちょっと薄いんですよね。地毛が黒いから、そういう感じのアイブロウを使ってもさ、ちょっと不自然というか、最近はね、ダークブラウンのアイペンシルも使ってね、こういう色、眉毛を描くときに使ってます。見て、熱くない？あれじゃん、イッテ Q の妹じゃん。それが私の自眉の形なんですよ。いや、やっぱこっちの方が好きだな。こっちが自眉。これは割と好みの眉毛。やっぱこっちにするかな。アイブロウといえばね、最近見た一つすっごい動画があって、全くその発想がなかったんですけど、そのアイブロウでさ、髪の生え際に使う。例えばここだけちょっとかけてるなと思った時、軽くアイブロウを入れる感じ、ちょっと色を足していくっていう動画を最近見ました。はい、眉毛終わりました。次はアイメイクですね。最近アップデートがあります。はい、ラブライナーのアイライン。この色ですね。真っ黒じゃないんですね。最近見た一つのアイライナーの描き方の動画なんですけど、アイライナーは実はスタンプ式なのよっていう話なんですけど、見たことある方はわかるかもしれないですけど、描くよりスタンプ式でやるんだよっていう動画があったので、今日は試してみたいと思います。見づらいかもしれないですけど、こんな感じでできています。結構短いですね。確かにね、まつげの方はスタンプで押しながらつなげていく方がやりやすいんですね。こんな感じで、反対側も同じく。スタンプのいいとこは線がまっすぐに見えるけど、良くないところはやっぱりね、太いんですよ。細いアイライナーを描けないんですよね、スタンプで。だから個人的には描きながらスタンプを押していくっていう感覚の方が近いかもしれないんです。アイメイクはいつも難しいなと思いながらやってるんですけど、最近見た一つの動画の中では、初心者にとってまず3色使いましょうということで、ベースカラー、中間色、締めカラー。例えば今回のベースカラーはこっちにしましょう。で、中間色はこっち、締めの色はこっち。この3色を使っていきたいと思います。ってなると、ベースカラーは上はアイホールのくぼんでいるところまで、下は涙袋までまぶしていきます。ちょっと待ってね、ブラシが汚すぎて洗いに行ってもいい。で、中間色は1回スキップして締め色をアイホールの2分の1まで塗ります。次で中間色を全体まぶす。で、下の方は目尻から目頭の方にまぶしていた方がより自然に仕上げられると。で、少し指でこすりながらぼかしていきます。好きなラメを真ん中だけちょっと入れる。出来はこんな感じです。なるほどね、手動でグラデーション作ってる感じですね。出来はこんな感じ。可愛い。ハイライトつけていきたいんですけど、綺麗な筆がなくて手でいきます。目頭の方、涙袋の方、眉頭と鼻筋ですね。唇の上、この辺。ここら辺ですね。少し入れることで顔全体の発色が良くなる。で、シェーディング入れます。鼻のシェーディングはですね、眉頭からハイライトしてる鼻筋を沿って描いて、で、鼻の真ん中を
強調したいので、周りにシェーディングを入れることによって目立たせるようにできます。ちょっと立体感が出てくるんですね。ハイライトとシェーディングは結局コントラストを強調するために作る目の錯覚のようなものなので、見せたいところがあればそこを強調するような形でやっていけばいいと思います。最後は愛用している100均の頬紅を使っていきたいと思います。マジで使いやすいんだろうな。できました。夏休みの終わりのメイクです。髪のセットはね一番苦手なので最近パーマかけてみました。いかがでしょうか。ではまた次回の動画でお会いしましょう。